皆さんこんにちは、みやまです。本日はリクエストもいくつかいただいていた私のデスク周りご紹介したいと思います。で、今回デスク周りということで紹介するアイテムが結構多くなると思うので、気になったアイテムがあったら概要欄のところに詳細載せておくので、そちらもぜひチェックしてみてください。それでは早速デスク周りに欠かせないアイテムからご紹介しようと思うんですが、それがですね、じゃじゃじゃーんと、こちらの椅子からまずはご紹介していこうかなと思います。こちらが岡村のシルフィーという基本的にオフィスチェアと呼ばれるような類の椅子になりますね。この椅子が本当に座り心地が良くて、もうこの椅子なしでは私はパソコン作業できないなってぐらい気に入って、もう1年ぐらい使ってる椅子になるかなと思います。で、このシルフィー特に何がいいかというと、まずカスタマイズ性がめちゃくちゃあるところと、あとはオフィスチェアとしてしっかり作ってあるので、とにかく座り心地がいいところですね。で、まずカスタマイズ性についてなんですけど、これ今私が使ってるものはこのメッシュ系のところがブラックの色になっていて、でこの背面のフレームに関してはホワイトを選択していたりとか、あとはここのアームの部分がこういう風に自由に動かせるものを選択していたりとかしていて、自分の好みに合わせて見た目とか、あとはオプション品とかを自由に選べるようになってます。部屋の雰囲気とかに合わせてここのメッシュの色味を変えたり、あとはこのフレームの色を変えたりみたいなことができるので、その点でも本当にいろんな方におすすめできるオフィスチェアかなと思いますね。はい、続いてはこちら一番メインのデスクに関してなんですが、私が使っているデスクはバウフュッテと呼ばれるゲーミング系のデバイスとか、あとは家具とかをよく出しているブランドさんのデスクを使っていますね。これは一番最初に上げたデスクツアー動画の頃から変わらずずっと愛用しているものになってます。で、天板は基本的に結構硬めでさらっとした触り心地になってます。で、文字を書いた時にこう沈み込むような傷っていうのもできないんですけど、ものすごく硬い金属とかがこうガッと引っかかってしまった時とかには軽い傷とかはちょっとついてしまうような材質にはなってますね。あとマット加工の影響もあってちょっと表面がザラザラしているので、薄い紙をここの上に引いて文字を書くとちょっとデコボコしたような書き心地になるかなと思います。で、これ一応昇降式のデスクではあるんですが、今時流行りの電動の昇降式のデスクではなくて、組み立てる時にここの足の長さが変えられるような構造のデスクになっています。なのでここのデスクの上に物が乗っている状態で気軽に上げ下げすることができない点だけちょっとご注意いただければなと思います。はい、続いてはデスクの上のアイテムをざっとご紹介していきたいと思います。まずデスクの向かって左側からですね、こちらのマイクアームは結構お気に入りのマイクアームなんですが、 Amazon で安くなっていた時に購入したものですね。で、一番のお気に入りポイントはここそれぞれの長辺がだいたい50センチぐらいあるんですよ。結構長いので、こっちの左側の端に置いておいてもこのデスクの真ん中まで余裕で届くような距離感っていうのが非常に気に入ってます。で、マイクアームに付属しているこのポップガードについては、こちらはマイクアームにもともとついてきたものを使用しているような形になりますね。で、こちら肝心のマイクについてなんですが、こちらはファイファインと呼ばれるブランドのコンデンサーマイクを使用しています。コンデンサーマイクなので音のバランスはすごくいいんですよ。高い音も低い音も結構綺麗に収録してくれるんですけど、結構広いところから音を取ってきてしまうので、騒音とかが気になるお部屋だとちょっと使いにくいマイクになるかなと思います。ただ音のバランスも良くてコスパもそこそこいいので、何かいい音質のマイク探してるっていう方には結構おすすめのマイクになりますね。で、このマイクのケーブルをこのマイクアームにくっつけて収納しているんですが、その収納のために使っているのがマグネット式のケーブルホルダーですね。よいしょ、じゃーん、こんな形のケーブルホルダーを使っていて、ここの背面と表面両方ともマグネットが仕込まれているような形になってます。なのでこういった金属製のマイクアームにそのままピタッとくっつけて使えるっていうのと、あとはここのケーブルホルダーの丸い部分が同じくマグネットになっていて、こういう風に外せるようになってるんですね。で、ここの丸い部分にこういう風に隙間が空いているので、ケーブルの好きなところにこんな感じでパチッと挟むことができるようになっていて、この丸ポチ自体にもマグネットがついてるので、そのままこういう風に金属製のマイクアームに取り付けてもいいですし、あとはこの土台自体をこういう風にマイクアームにくっつけて、でこの土台越しにこういう風にケーブルをしまってあげるみたいなこともできるようになってます。で、さらにこの土台の部分なんですけど、ここの裏面が両面テープ方式にもなっているので、もしマグネットでくっつかないような素材の場合は、ここの
透明のペリペリを剥がしてあげれば、ここに両面テープでピタッとくっつけるようなこともできるようになってますね。これ本当に便利で、複数のケーブルをこの付属のクリップに挟んでまとめて収納するみたいなこともできるので、結構いろんな使い方していただけるんじゃないかなと思います。で、マイクアームの隣には iPad Pro 11インチと iPad mini 6を置いてあります。この2つは基本的にここに置いて使っているっていうよりかは、使うたびにここから持ち出すっていうことの方が多いですね。 iPad Pro 11インチの中身については過去におすすめのアプリとかをまとめた動画を作っているので、ぜひそちらご確認いただければなと思います。で、このマジックキーボードの上に載せてる理由としては、角度調整が結構やりやすいからですね。このタブレットスタンド自体も角度調整できるんですけど、結構関節が硬いので、ちょっとした見えやすい角度に変えるっていう場合だと、ここマジックキーボードにしといた方が使い勝手がいいので、このような形でいつも設置して、でここのサイドから充電のケーブルを引っ張ってきて充電しているみたいな形になってます。で、こちらのタブレットスタンドは過去にクリアルックさんからご提供いただいたものなんですけど、真っ黒でシンプルで全然ロゴも入ってなくて非常に使いやすいんですよね。何かブラックのシンプルなタブレットスタンド、ノートパソコンスタンド探しているよって方には非常におすすめのアイテムになってます。で、 iPad mini についてはデスク上で使用することも結構多くて、その場合はじゃん、こんな感じで以前 Amazon で購入した Amazon Basic のタブレットスタンドの上に乗せて使っていることが多いです。で、スタンドに乗せてデスク上で使用する時の主な使用用途としては、動画の編集中に YouTube でポモドーロタイマーを流しておくっていうのがこれ一番多いですね。で、それ以外だとこんな風にサードパーティー製のブラックのペンを常にここにくっつけているので、簡単な絵日記を書いたりとか、あとはちょっとしたメモを取ったりみたいなことにも使えますし、背面にはこういうゴムバンドをつけているんですけど、作業の休憩の合間とかに漫画読んだり本読んだりみたいなことも結構多いです。はい、続いて結構聞かれることが多いのがこのマグカップですね。私自身も非常に気に入っていて、よくこのマグカップ使っているんですが、これはアベンジャーズエンドゲームのブルーレイの予約特典でついてきたマグカップになります。なのでちょっと今手に入れるのは難しいかなと思うんですが、非常にシンプルなデザインで赤でそれぞれのヒーローのロゴが入っているっていうデザインで非常に気に入ってます。これ公式グッズで出してほしいなって割と思ってたりしますね。で、マグカップを置いているコースターがこちらですね。Amazon で購入したものなんですが、水の吸収性もいいですし、紅茶とかこぼしてしまった時とかも結構複雑な柄なのでシミが目立たないんですよ。その点でも非常に気に入ってます。で、裏面はこんな感じでコルク素材になっているので割と滑りにくいですね。はい。で、メインで使っているこのモニターについてはベンキューさんからいただいた写真動画編集向けの 4K のカラーマネジメントモニターを使用しています。で、サイズは27インチなので動画編集も写真編集も非常にしやすいいい感じのサイズ感っていうような形ですね。で、パネル自体は IPS パネルなので非常に発色が綺麗です。で、このモニター実は専用のダイヤル式のコントローラーがついていて、このコントローラーで sRGB にしたりとか、あとは Adobe RGB にしたりとか、明るさを変えてみたりとかみたいなことも非常に簡単にできるようになっているので、この点でもめちゃくちゃ使いやすくて気に入っていますね。こんな感じで本当にダイヤルをくるくるくるっと回すだけで簡単に明るさが変えられます。お値段はちょっとお高めなので、写真とか動画編集を仕事にしている方向きのモニターかなとは思いますが、クオリティは本当にバッチリです。もう私は動画編集はこのディスプレイじゃないとなかなかできないなってぐらい気に入ってますね。はい。で、このディスプレイの上にあるこのアイテムはモニターの上に載せるライトになりますね。このライトもベンキューさんからいただいたものなんですが、モニターと同じような形でコントローラーのダイヤル一つでこんな形で明るさがバーッと調整できたりとかもしますし、あとは色温度とかもこんな形でダイヤルをくるくる回すだけで変えられるような形になってます。あとこのコントローラー、ここをポチッとタップしてあげると今の明るさ、あとは色温度に合わせて自動的に調整してくれるような機能とかもついてるんですよ。もう本当に便利な機能が多くて、もしデスクの上で場所の取らない便利なライトが欲しいって方は本当におすすめですね。あと最新モデルだとこの後ろ側に間接照明がついてるんですよ。しかもこの間接照明はつけることもこういう風に消すことも自由に選べるので、この辺りとかも本当に最新モデルになってより便利に、しかも使いやすくなったかなと思います。
ただこのベンキューさんのライト本当に使いやすいんですけど、デメリットがいくつかあって、まず1点がちょっとお値段がお高いところですね。ただこれ最新モデルなので結構お高いっていうのがあるので、もし最新モデルじゃなくていいよっていうのであれば、一番最初のモデルが結構使いやすくてお安いので、そちらを検討していただくのがいいかなっていうのと、2つ目がこのワイヤレスコントローラーなんですよ。これちょっと何が不便かというと、これ今の状態だとタップしても使えないんですよ。ただこういう風に手をかざしてあげてスリープモードを解除することになって自由に使えるようになるんですね。これが一つかっこよくて便利なんですけど、使いにくいなって思う点ですね。このスリープモードが解除されたかどうかってここの盤面を見ないとわからないんですよね。なのでこういう風にデスクの見える場所に置いてあるんだったらいいんですけど、こうディスプレイの裏側とかに見えないように置いておきたいっていう方は、ここをスリープ解除されたかなとかいちいちこうやって持ってきて見なきゃいけないので、その点がちょっと不便かなとは思いますね。続いてキーボードについてですが、私はレイザーのブラックウィドウライトというメカニカルキーボードを使用しています。メカニカルキーボードなので一応ここのキースイッチが選べるようになっていて、ちょっと光ってて見にくいと思うんですが、私は静音性の高いオレンジ軸を使用しています。で一応静音タイプで中に静音リングとかもつけてはいるんですが、どうしても多少の音は鳴ってしまうかなっていうような形ですね。でメカニカルキーボードって非常に打ちやすくはあるんですが、ここが結構分厚さがあるので、このままデスクに置いてで打とうとすると、ここの手首の部分がこうグッと上がってしまって、結構角度が急になって負担がかかるんですよね。なのでそれを防止するためにこんな形で結構分厚めのパームレストを設置してタイピングするようにしています。で私が買ったのはクーガーのものですね。このテンキーレスのブラックウィドウライトにちょうどいいのがこのクーガーのパームレストぐらいしかなくて、しかもここ結構分厚いんですよ。なので手首が曲がらずにこうまっすぐな状態でタイピングができるようになるので、その点では非常に気に入ってます。はい。でマウスに関してなんですが、じゃーん、こちらロジクールの MX マスター3というマウスを使用しています。動画編集者の間では非常に有名なマウスなんじゃないかなと思います。握り心地がいいのはもちろんなんですけど、とにかくボタンの数が非常に多くてですね、しかもこのボタンの一個一個に好きな機能が割り当てることができるんですよ。でプレミアプロだったらこのボタンにはこの操作、フォトショップだったらこのボタンにはこの操作みたいなことがカスタマイズできるような形になっているので、非常に使い勝手がいいです。で過去にこの MX マスター3をレビューした動画も作ってるので、もっと詳しく知りたいっていう方はそちらの動画をご覧いただければなと思います。はい。でマウスと一緒に使っているのがこちらエレコムのマウスパッドですね。フィッティオと呼ばれるマウスパッドで、私はここのゲルが多めのハイモデルを使っています。でこのマウスパッドブラックとホワイトの2種類が選べるようになっているので、デスク周りホワイトで統一している方もこのフィッティオだと白が選べるので、その点でも結構おすすめですね。続いてデスクの向かって右側のゾーンにはノートとかを結構バサッと置いてある場合が多いですね。で今だとちょうど手帳の切り替えの時期なので手帳類がたくさん置いてあります。この3つすべて手帳ですね。で2021年に使っていた手帳がこちらの2つになります。1つはマークスのシンプルなマンスリー系のスケジュール帳ですね。マンスリーのページとあとはメモ帳が主に入っているような形になりますね。買った当初は家計簿として使っていたんですけど、最近は YouTube のスケジュール立てに使用することが結構多くなっているようなスケジュール帳でした。でもう一つこちらの小さめの手帳がモレスキンのマンスリーウィークリー手帳になります。マンスリーのページとウィークリーのページとメモ書きのページの3つが入っているような形になってますね。この手帳は YouTube のデータ分析用に使っていたもので、ちょっと中身はお見せできないんですが、コンパクトなのに非常に質が良くて使いやすかったなっていうような印象ですね。はい。ちょっとお見せできるのがこのウィークリーページぐらいしかないんですが、中身もほぼほぼ英語で書かれているので非常にシンプルでかっこいい作りになってます。はい。でこちらが2022年用に買った手帳一式ですね。これについてはちょっと全部説明してると本当に時間がなくなっちゃうので、ちょっともし需要があるようであれば別途動画作ってご紹介しようかなと思います。ちなみに中身開くとこんな感じですね。ノルティのマンスリー手帳とあとダブルスケジュールと呼ばれる2つの手帳をここにセットしているような形になります。でこの手帳カバーは国用の手帳カバーを Amazon で購入したものですね。でこのノルティのスケジュール帳に挟んでいるこのペラペラは下敷きですね。専用の英語の下敷きがあったので結構かっこいいデザインだったので一目惚れして購入してしまいました。でスケジュール帳の中身は結構書き換えることも多いので、私はフリクションの3色ボールペンを使ってますね。ちなみにこの柄はセーラームーンのコラボ柄になってます。めちゃくちゃ可愛くてお気に入りです。
はい、でこのノートは過去の動画でも結構何回かご紹介しているノートなんですが、コクヨのソフトリングノートですね。ここのリング部分が非常に柔らかい素材でできているので、何か物を書く時とかもここのリングだと全然手に当たっても痛くないですし、違和感もないので、本当にノートの端から端までザーッと文字が書けるところが結構お気に入りです。で英語タイプのノートにはこちらほぼ日の下敷きを結構愛用して長いこと使ってますね。で私ノートの中身は結構殴り書きしてで1回書いたら見返さない、あとは捨てるみたいなことも多いので、使っているペンはジェットストリームの3色ボールペンを使用しています。はい、でデスク向かって右側のこの奥の方ですね、こちらには Amazon で購入したクリップライトとスイッチポットさんからいただいたスマート電球を設置してあります。このスマート電球本当に便利で、専用のアプリから簡単にオンオフの切り替えができますし、あとは色温度の調整ももちろん問題なくすることもできますし、こんな感じでカラーモードみたいなものもあって、青とか赤とか自由に色が変更できるようになってます。結構撮影のアクセントに使うこともできるので、動画とかよく撮るよっていう方にも非常におすすめの電球ですね。こちらはデスク横っていうこともあって、結構お気に入りの本とかをざっと重ねておいておくことが多いですね。でここ数日のお気に入りで言うと、じゃん、こちらの異常論文というアンソロジーが結構お気に入りだったりします。これめちゃくちゃ面白いんですけど、人に勧めるのが本当に難しい本で、論文風の SF 小説がたくさんこの中に詰まってるんですよ。万人にはおすすめしないんですが、ここ最近の一番お気に入りの本だったりします。はい、でここに置いてあるのがいわゆるカチンコクラップボードと呼ばれるものですね。撮影の背景用に購入しました。で Amazon で買ったものなんですけど、もともと結構ここツヤ感がある素材だったんですが、ちょっと光がこっちから注ぎ込んできて映り込みとかが出てしまうので、自分でツヤ消しスプレーを吹きかけて、このサラッとしたマットな色味に加工した形になりますね。でこのクラップボードを支えているのがじゃん、こちらも Amazon で購入したスマホスタンドですね。段階的にここの角度が変えられるようになっていて、非常に軽いので iPad mini とか、あとはスマホをスタンドしておくものが欲しいなって方には結構おすすめのスタンドだったりします。はい、でここのデスク横の収納にはバンカーズボックスを利用しています。見た目がすごくおしゃれなのと、段ボール素材なので組み立てるのも簡単だし、あといらなくなったら捨てるのも簡単っていう理由で、ここにバンカーズボックスをバババッと設置しているような形になりますね。じゃん、バンカーズボックスの中身についてはこんな感じで、ノートとかあと文房具類が結構入ってるような感じになってます。本当に雑多にまとめていて、ちょっと2個ぐらいよく使う文房具をまとめた筆箱が入っていたりとか、この袋の中は結構細かいノート類が入っていて、ノートのストックを入れてますね。英語サイズぐらいのノートがこうバッとまとまっているような形になってます。でこの辺は下敷きとか、あとメモ帳類とかですね。過去の文房具おすすめ動画で紹介したものを基本的にはこの中に収納しているのが多いですね。気になる方はぜひそちらの文房具動画チェックしてみてください。でバンカーズボックス一番上は文房具類が入っているんですが、ここの下段2つに関しては本が入ってます。ちなみに本の中身はですね、ちょっと薄い本なので皆さんにお見せすることはできないので、中身がどういったジャンルのものかはご想像にお任せできればなと思います。でバンカーズボックスの下にはここ見ていただいて分かる通り台車が仕込んであって、掃除する時に簡単に動かせるような形になってます。ただこの台車はロック機能がついていないので、地震の時とか結構動いちゃうと思うので、そういうのが心配だなって方はロック機能付きの台車を選んでいただいた方がいいかなとは思います。個人的にはここの部分は避難経路には入ってないので、一旦いいかなと思ってこの状態のまま使ってますね。続いてはデスク下についてざっとご紹介していこうと思います。ちなみに配線周りについては過去に出した配線整理動画から大きくは変えていないので、気になるよって方はそちらチェックしてみてください。はい、まず普段使用している動画編集用のパソコンに関してですが、私はフロンティアの BTO パソコンを購入しました。スペックの詳細についてはちょっと興味がある方だけご覧いただければなと思うんですが、基本的にはその当時割とお高かったいいものを買ったので、それなりに機能としては満足してますね。特に不安定になることもなくサクサク動いてくれてるかなと思います。はい、でパソコンのサイドにはよく使うイヤホンだったりとか、あとはデータ通信用のケーブルをマグネット式のケーブルクリップでパチパチパチっと留めてるような形になりますね。こんな感じでここの丸いところにマグネットが仕込まれているので、ケーブルをくるっとまとめてあげた後に、これをそのままここのパソコンの側面だったりに
ピタッと留めて置いておくことができる結構便利なクリップですね。このクリップを買ってからさっきマイクアームの時にもご説明したマグネット系の収納アイテムっていうのを非常によく活用するようになりました。でここがデスク下の支柱に当たる部分なんですが、先ほど紹介したマグネットクリップでよく使う充電ケーブルとかをこの辺りにパチッと収納している形になりますね。でここにかけてるのは SG フックですね。実はこの SG フックがめちゃくちゃ便利に使えるアイテムでして、この SG フック片方が外れにくいようにここの隙間が狭くなってるんですね。ただ非常に柔らかい素材でできているので、支柱に通す時とかはもうそのまま力に任せてプンと引っ張ってあげればこういう風に綺麗に S 字フックがかかるようになってます。で一度引っ掛けたらなかなか抜けないようになっているので、その点でも何か重たいものとかぶら下げるのにも非常に便利なフックになってますね。で一番左の S 字フックにはこれゲーム用のファイナルのゲーミングイヤホンを取り付けてあるんですが、これは S 字フックごとすぐパッと取れるようにしたいなと思ったので、あえてここの支柱の部分に外しやすい側を引っ掛けるようにしていて、もうここの袋を取っただけでパッと物が取れるような形にしています。2つのやり方ができるので、この点でも非常におすすめの収納アイテムになってます。でここの左側の支柱の部分には先ほどマイクアームの時にもご紹介したマグネット式のケーブルホルダーを取り付けてあります。でここの上の部分に電源タップがあるので、ここの電源タップの AC アダプターから USB-C のケーブルを伸ばしていて、デスクの上でこの USB-C ケーブルを使いたい時はここのマグネットのクリップを外して、でデスクの上に引っ張っていくっていうような運用方法をしています。でここの裏側の部分にはマイクロ USB のちょっと長めのケーブルが収納されています。でケーブルをまとめているのは先ほどご紹介したマグネット式のケーブルクリップですね。なのでこのケーブルはここのマグネットをそのまま支柱にピタッとくっつけて見えない角度で収納しておくことができるような形になってます。でデスクの左側の支柱の横には無停電電源装置 UPS と呼ばれるものと PS4 Pro が置いてありますね。基本的にはパソコン関係の電源ケーブルは全てこの UPS 経由でつないでいるような形になります。こちら Amazon のセールの時に思い切って購入したものなんですが、実はすでに1回動画編集中に停電になっている時に大活躍してくれて、編集中のデータを守ってくれたので、もうその点でも非常に気に入ってますね。ここの後ろの方とかにあるケーブルはほとんどが電源ケーブルになりますね。なのでこの辺ちょっと隙間から結構ケーブルが見えてると思うんですが、電源ケーブル系で熱を帯びることが多いかなっていうのがあるので、そんなにガチガチに配線整理はしない形にあえてしてあります。続いてはこちらデスク左側の部分をざっとご紹介していこうかなと思います。で私は照明はゴドックスと呼ばれるブランドの ML60 という照明を使用しています。今これ 100% の出力でガンガン照明を焚いているような形なんですが、個人的にはこの天井に当ててで部屋全体を明るくして撮影するっていう形が結構好きですね。でソフトボックスに関してもゴドックスの ML 専用のものを使用しています。この照明めちゃくちゃ高いんですけど、個人的には本当に1、2を争うぐらい、なんだったらカメラよりもこっちの照明しっかり買っといてよかったなって思うアイテムの一つですね。でこちらのデスク横の本棚に関しては過去に本棚紹介動画というのを作っているので、もし気になる方はそちらをご参考いただければなと思います。基本的にはお気に入りのフィギュアだったりとか、あとブルーレイだったりとかがたくさん入ってるような本棚になってますね。で本棚の手前にはエレコムのケーブル収納ボックスが入れてありますね。これ6個口の電源タップが結構余裕で入るサイズ感で、しかもおしゃれでシックなブラックなので割と気に入ってます。でその上には TP リンクのメッシュ Wi-Fi と卓上掃除機が置いてあるような形ですね。卓上掃除機は過去の買ってよかったもの動画でも紹介したんですが、非常に気に入っていて、デスクの上のホコリとかを掃除したりとか、あとはこういったケーブルタップの近くの配線が入り組んでるところとかもこのちっちゃい掃除機で簡単に掃除することができるので、ケーブルボックスの上に置きっぱなしにしていることが多いですね。はい、ということで今回は私の最近のデスク周りのおすすめアイテムをご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。少しでも参考になっていれば幸いです。実はですね、私の Vlog を普段見ていただいている方はわかるかなと思うんですが、実際にデスクにここまでたくさんのものを載せっぱなしにしておくっていうこと自体は少なかったりしますね。今回ちょっとご紹介のために一番最大で置いた時の状態をお見せしたんですが、実際は動画編集とかの作業に集中している場合はこの辺の iPad とか、あと文房具類とかは別のところに片付けて、この目の前の作業だけに集中するっていうような形が多いですね。なのでちょっとその点だけご了承いただければなと思います。は
はい、ということでここまで長々と動画見ていただき本当にありがとうございました。今後もこういった身の回りのおすすめのものとかご紹介していければなと思うので、もしよかったらチャンネル登録などぜひよろしくお願いします。それではみやまでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。